出ました。出ましたよ。はい、皆さんこんにちは。釣りウェーブです。世は夏休みシーズン。実はこの時期は伊勢海老がよく釣れるシーズンでもあるんです。バーベキューなどのイベントや晩酌のあてに伊勢海老はとっても花があります。そんな伊勢海老ですが、実は意外と簡単に釣れることをご存知でしょうか。私は今まで30匹くらいの伊勢海老を釣ってきましたが、慣れてしまえばとっても簡単。今回はそんな難しそうだけど実は簡単、釣って楽しい、食べて美味しい伊勢海老釣りを徹底解説しちゃいます。まず注意事項です。伊勢海老は他のアワビやサザエ等の海産物と同じく漁業権が設定された海産物です。漁獲高の多い南方や千葉、静岡などでは個人的な採捕が禁止のところもあります。確認した時点では、関東では茨城、以北では、漁業権が設定されていませんでしたが、迷惑にならないよう都度確認して始めていただけたらと思います。ざっくり言うとどんな釣りか。伊勢海老釣りには実は様々な方法がありますが、今回はその中でも最もポピュラーな堤防でのヘチ釣りをご紹介します。伊勢海老は夜行性のため効率よく釣るには日が沈んだ夜の堤防で行います。短竿とベイトリールを使って重りと針、餌である赤い染めを海底まで落とし、伊勢海老が食いついてきたところを合わせて取り込むシンプルな釣りです。とは言っても場所や時間、餌や針の選定、合わせの仕方、重りの重さとより効率的に釣るにはノウハウがあります。道具の選定ですが、まず竿とリールについてですが、トラウトロッドやバスロッド、ちょい投げ竿で流用も可能ですが、竿は一般的なヘチ竿、テトラ竿で全長110センチ程度が使いやすいです。リールは中古のバス用ベイトリールに PE ラインの2号を50メートル程度巻いたもので十分で、高価なものは特に必要はありません。なければまずはスピニングリールで始めてみてもいいでしょう。10メートルごとに色分けされたラインだと棚、水深が分かって使いやすいです。重りについて、重りは5から25号程度の中通し重りを使います。底の地形がテトラや石が沈んでいる場所ではよく転がって落ちるように丸型、特に何もない砂地なら水切れの良い夏目重りの方が適しています。重さは軽い方が小さいあたりを取りやすいのですが、大潮の時や潮通しのいい場所では軽いと動きすぎて海藻や自分の仕掛けに絡まることが増えてしまうので、やりながら調整しましょう。ひとまずは10号くらいで始めてみるといいかと思います。針は、伊勢海老用の仕掛けが市販品で多数売っており、まずは5号の針が3本ついた仕掛けが最も扱いやすいと思います。口に食わせるには小さい針、合わせで手足に引っ掛けるならある程度大きな針、トリプルフックでもいいです。二律背反して伊勢海老釣り師の中でも考え方の分かれるところですので、やりながら自分に合った方法で行うといいでしょう。餌は赤い染めがダントツに食いがいいです。釣り具店で500円くらいで購入できます。ハサミで5ミリ程度に切ってそれぞれの針につけます。余ったものは塩で締めて冷凍にすれば再利用できますが、やや食いが落ちます。餌が足りなくなった時のための保険として余裕があれば持っていくのもいいでしょう。
釣り方のポイントと合わせの仕方、道具のセッティングが済んだら、堤防から仕掛けを投入します。そこまで落としたら少しリールを巻き、餌が海底スレスレにある状態にしておくことが肝要です。竿ごと持っていかれるようなことがないように、竿尻にはクーラーボックスなど重し代わりに置くといいです。次に合わせですが、伊勢エビ釣りの醍醐味は合わせの奥深さとも言えるでしょう。まず夜間の釣りなので当たりが見えるように竿先にケミホタルっていう発光体をテープでつけておきます。鈴をつけておいてもいいです。早合わせはバラシの原因になりやすく、かといって遅すぎると餌だけ取られてしまうこともあります。伊勢エビのあたりは竿先がもぞもぞ動く前あたりからギョーンギョーンと大きく引き込む本あたり、竿先が下に引っ張られるだけの引き込みあたりがあり、針の大きさが小さめなら食い込むように待ちを長く取るなど、仕掛けによって工夫するといいです。私の場合は大きな本あたりならすぐに竿を起こして合わせます。小さい前あたりで止まってしまったり、引き込むあたりなら竿を5センチ程度持ち上げて引き合わせすると、その動きに反応してグイッと引き込まれるパターンが多いです。伊勢エビがかかると強烈なバックステップでグイグイと穴に戻ろうとするため、竿を乗されないよう、かといって無理に巻いてばらさないように一定の速度で巻くことが重要です。美味しい食べ方、せっかく自分で釣った伊勢エビですから、できる限り美味しく食べたいものです。伊勢エビは魚介類の中でも死ぬと特に鮮度が落ちやすいもので、ブクブクでエアレーションして生かしバッカンやクーラーボックスで生きたまま持ち帰って食べる直前に締めるのが最良です。ブクブクがない場合は海水を含ませた新聞やタオルで巻いてもしばらく生かしておくことができます。南方の魚介類のため生きたまま氷等で冷やすと死にやすいので注意しましょう。すぐに調理できない場合は冷蔵庫に入れて凍らせておけば、使いたい時に食べられて便利です。食べ方としては新鮮なものは刺身がよく、半分に切ってマヨネーズやチーズ、ホワイトソースをかけて焼いたグラタンも白ワインにあって最高です。バーベキューでは生きたまま焼く残酷焼きが少しかわいそうですが非常に美味です。殻から出汁が出るので味噌汁に使ってもいいです。まとめですが、伊勢エビの釣り方いかがだったでしょうか。文章にすると少し複雑に感じるかもしれませんが、実際にやってみると大した道具も必要ではなく、待っていれば釣れる釣りなのでビギナーにも楽しめるお手軽な釣りかと思います。実際に母親を連れて行った時や全くの釣り未経験の方と同行した時もビギナーズラックもあり、しっかり釣り上げていたから驚きです。この夏の思い出に一風変わった美味しすぎる釣り、そんな体験はいかがでしょうか。